中には地上の国づくり試練を乗り越え根の片す国から脱した大国主の神とスセリ姫2人が降り立ったのは朝もやに包まれた静かな大地。そこはまだ神々の手の届かぬ荒れ果てた地上の世界だった。風は冷たく木々はまばらで人の営みなどどこにもない。それでも大国主の神は感じていた。ここに国が生まれるべきだと。やがて天の神々高間ヶ原の使いが現れる。天の雲を切り裂くように金色の光が空を流れた。その光の中から現れたのは厳かな装束に身を包んだ神々の使者。高間ヶ原の意を伝える使者の一人がそう告げると、大国主の神は静かに膝をついて耳を傾けた。この地上の世界を整え人が生き神が宿る国とせよ。それがそなたに託された使命である。言葉は少なくともその声には重みがあった。大国主の神はまっすぐにその言葉を受け止め深くうなずいた。こうして地上の国づくりが始まる。まずは大地を耕し川の流れを整え荒れた土地に命の種をまく。山の形を定め海辺を整え神々のための社を築いていく。しかし大国主の神の前に立ちはだかるものもあった。風を荒らす神。その怒りはかつて国を荒廃させた嵐の記憶を抱いていた。気まぐれに大地を吹き荒れ赤城を倒し集めた作物を散らしていく。病をもたらす地霊。深い沼の底から現れ腐敗した息で人々の命を蝕む。その姿は見えずとも彼らの足跡には草も生えなかった。荒ぶる力たちが目には見えぬまま大国主の神の築こうとするものを壊そうとうごめいていた。それでも彼は決して剣を振るわなかった。言葉で語り心で通じ一つ一つの存在と向き合っていった。争うことなく調和の力で国を築く。それが大国主の神の選んだ道だった。やがてその働きに共鳴する者たちが現れる。最初に姿を現したのは木を植える神だった。彼は静かに大国主の神の耕した土地には鍵を植え手をかざしてその成長を促した。やがてその木々は風にそよぎ大地に緑の命をもたらした。次に現れたのは水を司る精霊。彼女は涼やかな歌声とともに川辺に立ち乾いた土に清らかな水を流し込んだ。その流れは田畑を潤し泉を生み出し生命の息吹を広げていった。さらに火と土を操る者たちが現れた。彼らは山から石を運び土をこね火を灯して家を築いた。その手は力強くも優しく人々の暮らしにぬくもりを与えていった。神々と精霊人と自然が手を取り合いこの地には少しずつ命の営みが広がっていく。そしてスセリ姫はその傍らで傷ついた者を癒し飢えた者に食を与え人々に寄り添い続けた。ある日地上に最初の村が生まれた。木の枝を組み合わせて作られた簡素な小屋が点在し焚き火の煙が静かに空へと昇っていた。子供たちは地面を駆け回りながら小石焼きの実で遊び大人たちは収穫した草の根や木の実を分け合い笑顔を交わす。人々の暮らしはまだ粗末でつつましかったがその中には土と共に生きる温かな気配が確かに芽生えていた。神々は天よりその様子を静かに見守っていた。新たな命の営みをそっと慈しむように。こうして大国主の神は地上の国を形にし始めた。まだその旅は始まったばかり。しかし二人が並んで歩く背には確かな未来の光が宿っていた。次回第13話スクナビコナの神現る。